こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日の踊り田の参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では大悟氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。今回は市場に影響を与えるパンダが非常に多かったですね。まずインドのワズィル X から顧客資金 2.3 億ドル相当が流出してます。大きい額では、シブが1億ドル、イーサが5200万ドル、マティックが1100万ドル、ペペが600万ドル流出したとされています。ワズィル X で取引されているビットコインのインドのルピー建てでは 25% 下落したのも話題になってますね。原因としてはマルチシグウォレットの秘密権の漏洩とされてますが、署名者を騙して承認させたんじゃないかという見解も出てます。これも北朝鮮のハッカーによる攻撃の可能性が高いともされてますね。で、このワズィル X 自体は対処して再起すると声明を出してますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。あとはブロックファイも債権者分配開始の声明を出してます。7月中にコインベースを通じて配布を開始するとのことです。で、これどのように配布されるのかがまだわからないんですけども、対象者は10万人、100億ドル相当の負債があるとされてます。これも売り圧ファンダの一つになってますね。あとはマウントゴックスの債権者のアカウントに不正アクセスが何度もあったようですね。レディットの投稿を見るとですね、アカウントログインの通知を15件受け取りましたと、アカウントにログインできなくなりました。マウントゴックスは攻撃を受けているのでしょうかと、ログインメールがまだ届いてます。今のところ22件。で、他の人もですね、私も1時間前に同じ状況でしたと、6回ログインを試みましたが、問題なくログインできました。攻撃者が全てのまたは大量のコックスメールの記録を持っていて、総当たり攻撃で侵入しようとしてるのではないかと思いますとか、複数の報告が出てます。当初はマウントゴックスの債権者分配があっても、売る人はそんなにいないだろうとか言われてましたけども、それもハッキングされるとなると、状況が変わってきますよね。で、昨日の米国の ETF のフォローは、まだ全体が公開されてませんが、前日に引き続き大きな流入もなくですね、現時点ではマイナスとなっています。ただ、ブラックロックにはまた1億ドルの流入があるという情報も出ましたので、今回も全体で純流入となりそうですね。全体では10日連続の純流入を記録しています。一方、香港の方はビットコインが 1.6BTC、イーサー0と、いつも通りビビたる流入となっています。他ではビットコイントレーダーの含み損が2日でマイナス25億ドルに到達しまして、これが約2年ぶり、FTX ショック以来の水準になっていることから、投げ売りの兆候が出ていると、価格的に底値が近いだろうという見解が話題になっています。今回市場にマイナスになるようなファンダが多いですが、このレポートの通りですね、ここから反発できるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在63,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ECB 政策金利は予想前回の 4.25% に対して結果も 4.25% となって据え置きとなっているんですが、米フィラデルフィア連銀景況指数の方では予想の 3.0 に対して結果が 13.9 と前回予想を大幅に上回る結果となりまして、米ドル高、米金利上昇要因となっております。米国債金利は 4.20 を推移しておりまして、ナスダックが 19,700、S&P500 が 5,560、ダウ平均が 40,660、金ゴールドが 2,444 ドル、日経平均が 40,126 円、ドル円が 157.2 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.2%、額としては330億ドル相当、比率としては全体ではショートが 57.4%、バイナス意味はロングが 67.4% と下寄りになっています。今後の指標としては本日7月19日に英国カナダの小売売上高、7月22日にドイツの小売、中国のローンプライムレート、7月23日に米リッチモンド連銀製造業指数、米中古住宅販売件数などが控えております。市場全体で見たら金利上昇から各指数が再度調整に入っている状態、仮想通貨市場もそれに伴ってさらに先ほどお伝えした単独ファンダで悲観的なムードになっています。また他では中国の台湾侵攻なども懸念されてますね。で、またこれから取り上げますけども、連日話題になっているバイデン VS トランプ、米大統領選の方にも、
また進展がありましたので、そちらの進捗にも注目したいですね。ビットコインのチャートだけ見たら、66,000の攻防で弾かれて、64,000を下抜けしようとしている展開です。短期では、ここを下抜けするようなら、この下の62,000のラインで耐えられるかどうか、上66,000の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーのリステーキングプロトコルからの資金抜けが見られます。現レイヤーでは、6月には TVL200 億ドルに達してましたけども、現在では155億ドル相当と、マイナス 20% ほどの減少となっています。他のレンゾなどは、1ヶ月で TVL が半減してますね。昨日各社のスポットイーサ ETF の S1 修正申請がほぼ完了しましたけども、やはりオンチェーンの方でも、このあたりが一旦の天井と見てるんでしょうかね。イーサの価格は現在3410ドル、BTC 建ては 0.0536 と、昨日からは上がっております。先物の方では OI は全体でプラス 0.1%、額としては137億ドル相当、比率としては全体ではショートが 56.5%、バイナンス積みはロングが 67.4% と、下寄りになっています。BTC 建ては上がってますが、ドル建てでは未だ3400の攻防で揉んでおります。取引開始予定日とされている7月23日まであと4日ですね。週末挟んで上へ迎えるんでしょうかね。チャートだけ見たら上は3650を抜けられるかどうか、下サイドを3200で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。バイデン大統領の撤退説が再浮上してます。先日撤退を否定してましたけども、今回バイデンがコロナに感染したことを明かしてまして、以前バイデン側が健康上の問題が診断された場合は、2024年の大統領選から撤退すると述べてたことから、このタイミングで撤退するんじゃないかという見解が相次いでいます。ポリマーケットのバイデン撤退予測も現在 79% と急上昇してますね。また民主党の副大統領、ハリスの支持率も再度バイデンを逆転してまして、大統領選の勝利者予想でも2位に浮上してます。一時調整に入っていたハリスミームもですね、再度盛り返してますね。民主党としてはバイデン続投しても、ハリスに交代しても厳しいと見られてますけども、市場に大きな影響を与えている大統領選の行方にも注目ですね。あとは有力視されているトランプですが、ビットコイン2024で参加費1人当たり84万4600ドルのイベントを開催することが話題になっています。限定150人のみ、参加者はトランプとの VIP レセプション、円卓会議、写真撮影、トランプのビットコインの演説を最前列で聞くことができるとされています。ちょっとね、これ以降挟むところがないんで、この辺で一旦、物売るってレベルじゃねえぞ、当初はね、トランプのビットコイン2024参戦、界隈で非常に話題になってましたけども、蓋開けてみたら、ただの集金活動になってます。7月27日、登壇予定となってますが、このあたりで市場はどのように反応するのか見ものですね。あと、ここからアルト関連になります。イタリアの国営銀行 CDP と、資産1兆ドル超えと言われているイタリア最大の銀行グループ、インテザ・サンパウロが、ポリゴンネットワークを利用して満期4ヶ月の2500万ユーロ、2700万ドル相当のデジタル債券を発行と、同国の法令に基づく初のデジタル債券が発行されたことで話題になっております。またポリゴンはマティックからポルトークへの移行を9月4日に設定しています。結構前から告知されてたトークン移行があと1ヶ月半くらいで実装されますね。マティックの価格は現在 0.51 ドル、BTC 建てはマイナス 4.9%、時価総額は26位ですね。現状あんまり反応ありませんけども、ここから反転できるのか注目ですね。あと資金調達関連では、オムニチェーンデータネットワークのチェーンベースが1500万ドルを調達、主導はテンセントインベストメントグループとマトリックスパートナーズチャイナ、メインネットとトークンリリースは第4四半期10月以降に予定されています。あと他ではデータプラットフォームのアリウムが1650万ドルを調達したことも話題になってますね。これらの今後の展開にも注目です。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。